はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回からですね、毎週火曜日に行います、せーの、ドン。はい、こちらフレンチシェフの台所革命という企画を毎週火曜日に、始めさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、第1回目なんですけども、鶏胸肉の焼き方ですね。こちらですね、しっとり焼くにはどうしたらいいのかっていう手法をですね、皆さんにご紹介できたらなと思っております。で、今回は、2つの焼き方をご紹介いたします。片方は一般的に、現場でもやるような焼き方がまず1点で、もう一つが、フレンチの現場で、実際にやられている技法をお見せするというこの2つのパターンでね、お見せいたします。で、こちらどちらもですね、ご家庭で、再現可能のものとなっておりますので、一度ねご参考程度に見ていただけたらなと思っておりますので、早速やっていきましょう。それでは皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、ではね、こちらスーパーで買ってきた鶏胸肉、ちょうどね、同じ形のものが売っていたのでこちら用意しました。で、まずは買ってきましたらこうやってペーパーにね、かまして、まず表面の水分よく取ってあげてください。これはもう絶対条件になります。で、しっかり取りましたら余分なね油とかを取っていきます。で、こうやってですね、鶏の胸肉の横面にこういう白い筋があることがあるんですよ。これ軟骨なので、もしね、取れそうであれば取っていただいて、これがね結構食べた時の口当たりに影響してきます。こちらですね、こちらをこんな感じでカットしてもらえれば OK です。で、ここにもね太い筋があるんですけども、もう表面見えるところだけでいいので、さっとこうくるっとね取っていただければ OK です。で、あとはね余分な油とか見かけたらそれをちょっと取ってあげるっていうような感じで処理してもらえれば OK です。こんな感じですね。で、片方は普通に焼いていきますので、まずは塩コショウしていきます。ここはもうねしっかりして打ってもらっちゃって大丈夫です。で、これでコショウをして、だいたい15分ほど私は今回は置かせていただきました。こんな感じですね。で、もう1枚の方なんですけども、今からソミュール液作ります。水2リッターに対して、砂糖と塩を 20g ずつですので 1% ですね。1% ずつの塩砂糖を入れて、これからそれを漬け込みます。こちらですね。で、漬け込みの目安時間、理想はだいたい2時間から4時間となっておりますね。今回は2時間漬け込みます。で、これで、しばらく置いていきましょう。ではまず通常の焼き方からやっていきます。こうやってね、塩に、やった後にこう水が出てきますので、それはもう完全にペーパーで拭っていきます。で、しっかりねここで水分取っておきましょう。で、皮をねしっかり伸ばした状態で、まず火をつけましょう。ここで、しっかりねフライパンの方は温めていきます。で、油を入れまして、で、皮目をね下にして焼いていきます。で、パイ皿でねこうグッとね押し付けて、まずね皮の縮みをこれである程度防ぎながらある程度落ち着くまでこれで焼いていきます。で、落ち着いてきましたらここからね、ちょっと弱火にして焼いていきます。こんな感じですよね。で、裏面も色づいてきましたらここでまた一替えをしていって、今度は側面ですね。側面を焼いていきます。こういったね、ヘリをうまく使って焼いていきます。
で、また1替えです。今度ね、反対側の、またね、焼きづらいところ、ヘリを使って焼いていきます。で、今度こちらですね。これで一旦全面焼き1回目の焼き色をつけたところですね。で、また元の位置からゆっくりまたここから火を入れていきます。まずまた皮目の方から。で、ここでまたね、さらに弱火にして、ゆっくり火を入れていきます。何度かね、こうやって一替えをしながら何回かこの作業を繰り返してゆっくり火入れしていきます。でね、だんだんこう色もね、しっかり色がついてきて、で、こうやってね、よく見るとこうやって泡みたいのが出てますよね。これ肉汁が出てきてるっていうことなんですよね。実はこの焼き方において、実はこの肉汁が出るっていうのは実はすごい重要なポイントになってきます。すごい出てますよね。で、これをですね、焼きながらですね、肉の表面に絡めていくっていう作業が出てきます。で、一旦ね、ここでどれぐらい今火が入ってるか確認します。まだ全然この色でも入ってないんですね。まだまだ焼いていきます。で、弱火でね、こう出てきた旨味をね、絡めながら焼いていきます。だいたいですね、時間計ってたんですけども、最終的に20分ぐらい焼いてました。こうもう目ではっきりね、この肉汁が出てるっていうのが分かりますよね。ちょっとね、肉の食感とかの感触をこう確かめて、で、今最終的に火入れを確認するところです。これで間違いなく火は入りましたね。では揚げます。だいたいね、仕上がりはこんな感じですね。表面と裏面とこんな感じで焼き上げてます。で、カットしていきます。もうね、ちょっと見えると思うんですけどもうすでに肉汁がね、肉の側面からもう溢れ出てるような感じですね。で、スパッと切ります。ちょっとね、4カットさせていただきます。こんな感じでね、焼き上がっております。もう肉のね、繊維がはっきり分かるような火入れが入ってますね。これもやっぱり食べた時に肉の繊維がしっかり感じられるような食感になってます。で、位置によってですね、こうカットした位置によってこうだんだんね、厚みが変わってくると思うんですけども、若干ですね、やっぱりこの焼き方にすると火入れの入り方が違ってくるんですよね。なんとなく分かりますかね。こっちの方だと若干こう全体的にいい感じには入ってるんですけども、最初の方だと若干ね、ロゼ感があったりとかっていう感じなんですね。で、逆にこの今切った方の反対面だともう逆にね、ちょっともう筋繊維がはっきり分かるような火入れが入ってますよね。で、最後こっちの方だともうはっきりね、肉の筋肉質がはっきり分かるぐらいの火入れになってますよね。つまり噛んだ時にはっきりもう筋肉質って分かるような感じです。ではね、もう一つのこちらソミュール液につけた方ですね、これから焼いていきます。こちらもね、ペーパーでまずしっかり拭ってください。で、こちらね、1% の塩砂糖をしてるんですけども、軽く塩コショウはしてあげてください。これは30分から1時間の時はいつも通りで、2時間から4時間の時は軽くで、
12時間ぐらいやった時は本当に薄めの塩の振り方で大丈夫です。でね、ちょっとね水分出てきますので、そこもね同じように拭ってあげて、で皮をしっかり伸ばしましたら、このフライパンまだ温めてません。でそのまま皮目を下にして、ここからね火をつけていきます。これも弱めですね。この感じの火加減でゆっくり火を入れていきます。でこうパチ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 言ってきましたら、バターを使います。でこうやってねバターがだんだんこう泡立ってきましたら、このバターのお肉の方にねかけていきます。アロゼという作業になりますね。こういう感じでまず一旦全体に油をかけていきます。で今度はですね、この厚い部分ですね、そこを中心に、アロゼしていきます。こんな感じですね。だんだんこう色が変わっていくのが分かると思うんですよね。こんな感じですよね。で、だんだんこう色がはっきりね火入っていくのが分かっていくと思うんですけども、この時に、必ずね、油の温度なんですけども、これでだいたい今120度ぐらいの油をかけているような状態になります。この油の温度が今120度ですね。でなんでわかるかっていうことなんですよね。でそれをね今からご説明していきます。こちら色がね、最初から最後まで変わってないと思うんですよね。実はこの色がだいたい120度なんですね。実際にちょっとね温度計で見てみましょう。今油にかかりましたね。だいたい120度なんですね。で肉の表面の方が今100度110度とかそこら辺なんですよね。ですのでだいたいこの肉に対して120度の油をかけて火入れしていくっていうイメージです。変わってないですよね。でこうやって今白い泡が出てるんですけども、この状態になってきたらこの状態をキープして、油をかけてバターをかけていくことで、このバターの香りをまとわせるっていうことができます。ここが結構重要なポイントになってきますね。はい、これで焼き上がりましたね。これでだいたい時間的には5分ぐらいで焼き上がってます。で、それをこういったねちょっと暖かい場所に置いて、で今からね休ませます。6分休ませましたね。でこのお肉は完成です。ではカットしていきます。ちょっとね肉汁は多少絶対出てきますので、そこは心配なさらないでください。ではカットします。これもね同じように4等分でカットしていきます。同じ位置でカットさせていただきますので、はい、こんな感じですね。いい感じに火入ってますよね。最高です。なんですけども、はい、次のカットですね。せーの、ドンと。はい、同じように火が入ってますよね。はい。これがまず2切れ目ですね。で、3切れ目ですね。はい、こっちもね、同じような火入れが入ってますよね。はい。ちょっと画面ボケしちゃって申し訳ないです。こんな感じですね。で、問題の4切れ目。はい、こちらもね、若干ちょっとね、やっぱり細いので筋肉質な感じの火入れは入ってるんですけど、こちらもね、しっとり火が入りました。はい。で、こちらがしっとり焼き上げた方。で、こちらが全体を焼き上げた方。やっぱりもう見た目からね、こうしっとりこう断面でね違うなっていうのが分かるのが特徴ですね。はい、どうもお疲れ様でした。
2つのね、焼き方をご紹介させていただきました。で、まずね、最初に焼いた全面ね、焼き色をしっかりつけて、焼いた焼き方なんですけども、こちらは食べた時に表面はね確かにこうパサついているっていう印象はあるんですけども、こうね食べていくうちにこう筋繊維がね舌でもはっきりわかる食感になっているというのがこの焼き方の特徴かつ、香ばしくね焼いてますので、鶏の香りがしっかりするっていうところですね。で、もう一つの焼き方ですね、コールドスタートから始めてで、アロゼしてで、休ませる、こちらのね、焼き方に関してもこうしっとりねしておりますので、最初のねこの口当たりというのがもう表面は硬くありませんので、もう最初から柔らかいんですね。ですので、全面焼いたようなしっかりした焼き色をつけたものと違って、最初からこう柔らかくこうふっとこうね、刃が入っていくっていうのがこの鶏胸肉のしっとりした焼き方の特徴となりますね。はい。で、じゃあどちらの方で、現場ではやっているんですか、フレンチの現場ではどちらの火入れの仕方してるんですかっていうことなんですけども、これ実はどちらも使ってます。はい。で、一見でこのしっとり焼くのが絶対正義だみたいなイメージあると思うんですよ。実はねそれを今回皆さんにご紹介したくて、この2つの焼き方をご紹介しております。というのはですね、最初に焼いた焼き方なんですけども、一見、パサつくんじゃダメじゃんって思うじゃないですか。実はそうではありません。焼いてる時に確かに肉汁すごい出てましたよね。で、あれをですね、こうゆっくりこう蒸発させていきながら油にこうまとわせて、で、表面こう、肉のですね表面に旨味を絡めていくんですよ。で、そうすることによって、鶏のね力強い香りと旨味が鶏胸肉の表面にしっかりついてるんですよね。ですので確かに表面はイメージするような硬さではあるんですけども、食べた時のこの鶏の香りと鶏の味の旨味のダイレクト化算はですね、もう絶対的にこっちの方が上です。ですのでワイルドさな味になるっていうようなイメージですよね。で、ですのでこれは例えばその時に合わせるソースだったり、ガルニチュールだったりっていうような付け合わせによって、この焼き方を変えるというのが我々フレンチのシェフの考え方になりますね。はい。これはですね、どちらもね、ご家庭で、再現できるものになりますので、その時によってね、こう焼き方を変えてみて、お試しいただければなと思っております。はい。はい、ではね、こちら鶏胸肉の焼き方を2種類、ご紹介させていただきました。どちらもね、ご家庭で、再現可能なやり方だと思いますので、ぜひぜひね、用途によって使い分けていただけたらなと思っております。はい。どちらもね、お試しいただいて、素敵なね、鶏胸肉ライフをお送りください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。